皆さんこんにちは。毎日をポジティブに、人生をハッピーに、インスピレーションの粒をお届けする夏希のリトルトークへようこそ。記念すべき第1回は、怪しくない初心者向けスピリチュアル生活の始め方というお話をお届けしていきたいと思いますが、すでに怪しい感じが漂ってますね。私自身も以前はスピリチュアルと聞くとちょっと身構えてしまうというか、そっち系のという感じで距離を置いてしまっていたんですね。そもそもなぜスピリチュアルに対して怪しいイメージを持ってしまうのか考えてみたんですけど、大抵神様の力とか超能力とか科学では説明できない力について話されると、自分が理解できないこと、自分がコントロールできないことの話になるので、人ってどうしても居心地悪くなってしまうんだと思うんですよね。そういう力を信じてしまって現実離れしちゃうんじゃないかとか、地に足がつかなくなってしまうんじゃないかとか、あとお金で運気を買うみたいな商法もありますよね。このクリスタルを買うと運気がアップしますよとか、そういう手に乗らないようにという自己防衛が働くということもあると思います。ただ実際にはスピリチュアルな生活をするために一銭もお金を使う必要はないですし、スピリチュアルを意識するイコール何かや誰かを崇拝して洗脳されて普通の生活ができなくなってしまうということでもないんです。ではスピリチュアルってどんなことかというと、私たちが自分の存在を考えるとき、大抵この体と体の中にある精神という2つが思いつくと思いますが、それにプラスしてスピリット、魂が加わった3体がセットで私たちの存在が出来上がっているというのがスピリチュアルの考えのベースとしてあります。魂は体とか精神にとらわれないというか、そういった枠組みよりももっと大きなものなんですね。私たちの世界は見て聞いて触れることができることばかりと思いがちですが、私たち一人一人の存在よりもっともっと大きな流れ、力みたいなものがあるとすると、それを神と呼ぶ人もいるかもしれませんし、宇宙、母なる自然、エネルギー、気、運、縁など呼び方は様々で、その大きな流れの中に私たちの魂が存在しているというのがスピリチュアルな考え方になります。実際問題、私たちが普段生活している中で、魂とか大きな流れを意識することが必要な瞬間ってあまりないと思うんですね。なので、そういうふわふわっとした話をされてしまうと、よくわからないと思考が停止してしまう人が多いと思います。ただ、よく考えてみると、そういった大きな流れ、力が働いたなって思う瞬間って誰にでもあると思うんですね。誰かのことを考えていたら、急にその人から電話がかかってきたとか、夢に見たことが現実になったり、思いもよらないところから仕事の話が舞い込んできたり、私もこの話を収録する前にスピリチュアルについて自分自身ももうちょっと勉強したいなと思っていて、たまたま古本屋さんにこれも思いつきで新州のガイドブックを探しに行ったら、旅行セクションの窓なりが洋書セクションで、このAnatomy of the Spirit、魂の解剖学という本が目に飛び込んできたんですね。でもそれでも怪しい本かなと思って最初はかなり警戒したんです。自分でスピリチュアルについて勉強したいと思っていたのにまだ怪しいと思っているところがおかしいんですけど。それでその場で Amazon で調べたら同じ本が3000円くらいで売られていてレビューもすごく良くて、これは古本なのでたったの220円だったんです。これはもう買うしかないと思って家に帰って読んでみたらすごく勉強になって自分が理解できていなかった部分もよりクリアになった気がしました。そういう自分が現実になってほしいと思うことが偶然にも起こる運命のいたずらみたいなものは全くの偶然ではなくて自分が無意識のうちに引き起こしたものかもしれないんですね。では自分が現実になってほしいと思うことを無意識ではなく意識的にこの世界に漂っている大きな流れ、力から引き寄せることができるとしたらどうでしょうか。また怪しい感じになってきましたが、それがスピリチュアル生活のコアだったりします。自分の見聞き、触れることができるものだけを信じて、地に足をがっつりつけているところから少しだけ離れて大きな流れ、力を感じてみる。そうすると、ふわふわするどころか、実はもっと安定するんですね。すべてのことには理由があって、起こるべきして起きたことなんだって。なので初心者というか以前の私のようにスピリチュアルに対して怪しいというイメージを持っている人向けのスピリチュアル生活の始め方としては、まずそういった大きな流れ、力があるかもしれないという可能性を受け入れて、それを意識して生活してみるというところですね。そうするといいことも悪いことも考えていたことが現実になったということが実は結構あると気づくと思います。
そもそもこの動画、ポッドキャストを聞いているのも偶然ではないかもしれないですよね。動画のサムネや題名を見て、いや、怪しいと思ったけれど、ついつい見てしまった、聞いてしまったというそこのあなた。きっと何か意味があるはずです。きっと求めていた何かだったんだと思います。まずはスピリチュアルな流れを体験してみる、感じてみる。日々を意識的に過ごすことで、もしかして今漠然と感じている不安や恐れというものが和らぐかもしれません。または単純に毎日がもう少しだけポジティブになるかもしれません。いずれにしても多分悪いことはない、失うものはないと思いますので、ぜひお試しください。ということで今日は怪しくない初心者向けスピリチュアル生活の始め方というお話をお届けしていきました。皆様の感想をコメント欄でお知らせいただければとても嬉しいですし、リトルトークで取り上げてほしいトピックや個人的な質問があれば概要欄のリンクから声をお寄せください。それでは、See you next time!